どうもグデと申します。今回は飛びかがちとまがいマグドを討伐していきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。まず飛びかがちの説明をします。弱点は尻尾となっています。また属性は水属性が弱点です。飛びかがちの特徴は動きがとても速いので攻撃をしすぎずに常に回避できるように準備しておきましょう。状態上は毒が有効となっています。続きまして今回用いる装備の説明をします。装備は腰装備だけベリオコイルに変えました。ステータスはこのようになります。では早速飛びかがち討伐へ向かいましょう。まず飛びかがちの行動を見ていきましょう。まず最初は噛みつき攻撃です。次は強めの噛みつき。これは丸4と似てますが飛ばないのが特徴です。次は2連続の噛みつき攻撃です。これは仕掛けてくる前にバク転するのと少し斜めに噛みついてくるのでそれで見極めましょう。次は飛びつき攻撃です。これは丸2と違ってジャンプするのが特徴です。次は尻尾を叩きつける攻撃です。これは横に避けるよりか縦に距離を取った方が避けやすいと思います。次は飛びついてから尻尾を叩きつける攻撃です。この攻撃は起こっている時の行動で飛びつくのが見えたら少し距離を離しておきましょう。次は尻尾ビンタです。この攻撃は尻尾側にいるとしてきます。次はタックルです。左右に1回ずつするので離れておきましょう。次は引っかき。これは今回のように身動きが取れない時にしてくる場合が多いです。次は2連続で針を飛ばす攻撃です。飛びかがちの体毛が白くなっている場合、針にも雷属性が付与されているので注意しましょう。次は壁から攻撃を仕掛けてくるパターンです。これは様々なバリエーションがありますが、壁に張り付いた状態で攻撃を何回かするとダウンを取ることができます。次は空中からの尻尾攻撃。これは比較的避けやすいと思います。次は飛びかがちの必殺技、距離を離しておきましょう。この必殺技が終わったら少し攻撃チャンスがあります。飛びかがちを討伐していきます。まず先制攻撃を与えましょう。飛びかがち戦の主な立ち回り方は尻尾が弱点なので尻尾を狙っていきましょう。あと尻尾を V 破壊すると尻尾による攻撃の威力が下がるみたいなので狙って損はないと思います。ただ飛びかがちは動きがとても速いのでため切りとかバンバン決めれるような相手ではないですね。なので小刻みに攻撃を与えていきましょう。こう2連噛みつきが結構見極めが難しい攻撃となっています。このように体毛が白くなっているときは飛びつき攻撃をした後尻尾で叩きつけをしてくるといった攻撃をしてきます。これは確定なので絶対に覚えておきましょう。ただ注意点としては飛びつき攻撃と強めの噛みつき攻撃が動きが似ているというところですね。違う点としては体が浮いているか浮いていないかです。体が浮いているときは飛びつき攻撃なので注意しましょう。
これはタックルですね。たまにしかやってきません。で、必殺技。これは離れておきましょう。で、必殺技が終わった後は、隙があるので、ここで、ため切りを行いましょう。で、必殺技で終わった後にため切りを与えましょう。この時は、マックスまでためれますね。これは強めの噛みつきです。なので、尻尾叩きつけは行ってきません。壁に張り付いた時は、とりあえず攻撃を与えましょう。今回はダウン取れませんでしたので、壁からの攻撃をしてしまいました。見事なサポートです。壁に張り付きましたね。攻撃を与えましょう。攻撃を何回か与えたらダウンを取ることができます。これダウンが取れました。するとチャンスが生まれるので、ここでため切りを与えておきましょう。これ逃げましたね。壁に張り付きましたので攻撃を与えます。で、ダウンが取れました。飛びかがちは壁に張り付いた時しかダウンが取れません。壁に張り付いていない時はどんだけ攻撃しても転ぶことはないです。これで飛びかがち討伐完了です。続きましてマガイマガドの説明をします。まず弱点は頭部となっています。そして属性は水属性が弱点です。またマガイマガドの特徴は時間が経過すると体に鬼火をまとうようになります。この時鬼火をまとった部位の攻撃能力は高くなっていますが、逆に肉質は柔らかくなっています。状態上はあまり有効ではありません。続きまして装備の説明をします。装備は前回と同じものを使用します。ステータスはこのようになります。では早速、マガイマガド討伐へ向かいましょう。マガイマガドの行動パターンを見ていきましょう。
最初は歩きながら尻尾ブレスを放つ攻撃。これはまがいまがどと逆の方向に動いた方が避けやすいと思います。あと、ホーミング性が強いので、まがいまがどに近すぎると避けづらいです。これはその場での尻尾ブレスです。2個3個2個と放ってきます。これは丸1と違ってホーミング性はないので避けやすいと思います。次は尻尾からビームを放つ攻撃。これは尻尾をフリフリするので分かりやすいと思います。この攻撃は尻尾に鬼火がついている時にしてくる行動で、上位の方がしてくる割合は増えます。あと、この攻撃が終わった後はかなり攻撃チャンスがあります。次はジャンプして尻尾を叩きつける攻撃。これは横に移動すると避けれます。次は腕を投げ払う攻撃。この時腕に鬼火がついていたら、投げ払った時に爆発します。次は突進攻撃。これは左に移動すると避けやすいです。あとこの攻撃はまがいまがどが転倒した時に近くにいるとしてくることが多いです。次は飛びつき攻撃。これは横に判定が広いので、動きが見えたら走って縦に逃げましょう。次は飛びついた後走りながら尻尾ブレスを放ち、そしてまた攻撃をしてくるといった3連続の攻撃です。この3回目の攻撃はランダムで場合によって、攻撃が変わります。で、またこの3回目の攻撃が終わった後は隙があるので、ここで攻撃を与えましょう。次はまがいまがどの周辺に鬼火を振りまいて爆発させる攻撃です。これはまがいまがどの、足元に入れば当たらないです。次はまがいまがどが横を向いた後、周辺を爆発させて、尻尾から一直線上に爆発を連鎖させる攻撃です。尻尾の近くには行かないようにしましょう。次は周辺に鬼火をばらまいた後、噛みつくことで大爆発させる攻撃です。この攻撃は、まがいまがどの顔に鬼火が付与されている時にしてきます。次は尻尾を回転させる攻撃。これは2回連続で行ってきます。次は噛みつき。まがいまがどの顔に鬼火が付与されているとコンボ技につなげられてしまいます。次は2連続の噛みつき。これもまがいまがどの顔に鬼火が付与されていた場合はコンボ技につなげられてしまいます。次は体に鬼火を付与させる時の爆発です。これをしてくるときはカメラワークが後ろに引くので、それでわかります。次は腕を叩きつける攻撃です。鬼火をまとっているときはこのように2回連続行ってきますが、鬼火をまとっていないときは1回だけです。あと1回だけの時の方が終わった後少し隙があります。次はサマーソルト攻撃をした後、腕を叩きつける攻撃です。この時腕に鬼火が付与されていた場合は2回連続で行ってきます。次は尻尾を叩きつける攻撃。尻尾が地面に刺さるので少し隙があります。次は尻尾から鬼火を巻いて、それを爆発させる攻撃です。
尻尾に鬼火が付与されていない場合は、ただ尻尾を突き刺すような攻撃になるだけです。次はジャンプして突撃しながら爆発させる攻撃です。この攻撃の後は隙があるのでため切りを与えましょう。次はジャンプ突撃した後、尻尾から鬼火を振りまく攻撃です。今回は尻尾に鬼火が付与されていないので、爆発することはなかったです。で、20番と違う点は、ジャンプ突撃の速さが、こちらのが速いというところで、速ければこのようにコンボを決めてきます。次はマガイマガドン必殺技です。マガイマガドの、体の色が赤くなった時に、点灯させないとこの必殺技を放ってきます。で、この必殺技を避けるコツは、マガイマガドから左側に走ることです。右側に走ってしまうと当たってしまうので、絶対に左側に行ってください。次は上位の行動パターンです。次は体を回転させて周囲を爆発させた後に、顔で爆発させて、その後腕で爆発させるといったコンボです。まだ完全にその検証はできていないんですけれども、腕と顔に鬼火が付与されている時じゃないとしてこないのかなと思います。次はジャンプ突撃して爆発させた後に何か攻撃をするといった2連続のコンボ技となります。回と違う点は、回の場合、ジャンプ突撃爆発の後は必ず尻尾による爆発攻撃だったんですけれども、上位からはジャンプ攻撃爆発の後はランダムとなっています。なので、尻尾による爆発もありますし、その他の攻撃もあります。次はサマーソルトした後に空中で爆発させて尻尾へ叩きつけるといったコンボ技です。回と違う点は、サマーソルトした後は腕による叩きつけだったんですけれども、上位からはそういった攻撃もしてきますし、このようなコンボ技も行ってきます。次は尻尾を回転させて周囲に鬼火を振りまいた後、尻尾へ叩きつけて爆発させるといった攻撃です。この最後の尻尾で叩きつける行動はしない時もあります。マガイマガドを討伐していきます。まず先制攻撃を与えます。このエリアはイノシシがいっぱいいて鬱陶しいので、先にイノシシを倒しておくことをお勧めします。で、マガイマガド戦の主な立ち回り方は、とりあえず、頭が弱点なので頭を狙いましょう。で、鬼火がもし体に付与されている場合は、鬼火が付与された部位を狙いましょう。鬼火が付与された、部位は肉質が他のところよりも柔らかくなってます。これは隙があるのでため切りを与えたいですね。で、腕による投げ払い、これも腕に鬼火が付与されていたら爆発を伴います。でこの後腕による叩きつけ、これはめちゃくちゃ隙があるのでため切りを与えましょう。でこの尻尾攻撃は2回行ってきます。で鬼火が付与された部位を何回か攻撃するとこのように、鬼火を解除することができます。この3回目はランダム、この後に隙があるのでため切れを与えます。
これは真似したらダメですね。2回目が終わるまで待ちましょう。で逃げました。よし、さあこのダウンっていうか転んだ時はあまり近づかない方がいいですね。近づいた場合は突進を行ってくる場合が結構あります。でこの体が赤くなっている時は赤くなっている部位を攻撃するとこのようにダウンを取ることができます。なので積極的に狙っていきましょうね。でもしダウンを取らなかったら必殺技まで持っていかれるので注意しましょう。これは空撃ですね。この後は隙があるので攻撃しましょう。で3回目を攻撃。先ほどの空撃と異なる点は速度が違う点ですね。速度がこのように速かった場合は尻尾攻撃まで、行ってきます。この突進は左に避けたら避けやすいですね。で尻尾が壊れました。ここも頭を狙うよりかはこの鬼火がついているところを殴った方がいいです。鬼火が付与されていると攻撃パターンが変わりますし威力も上がるので極力このように何もない状態にした方がいいですね。このようにカメラワークが効いた場合は体に鬼火を付与する時の合図ですね。でダウンしました。ダウンしましたら絶対に芯ため切りまで当てましょう。で瀕死状態になりました。この噛みつきは結構危ない技で、もし顔に鬼火が付与されていた場合は上に投げられた後爆発を食らってしまいます。なのでもし噛みつきを食らってしまった場合は絶対に空中で、かける虫を使って逃げ出しましょう。行きますよ。あと少しで枯れ。で寝ているので頭にため切りを与えます。RTA の動画とか見た方だと分かると思うんですけど RTA の動画とかは新ため切りとかため切りをバンバン決めていると思います。でもなかなかそういった、プレイスタイルは難しいので、普通の人は、安全に極力被弾しないような立ち回り方を心がけましょう。これでマガイマガド討伐完了です。いかがだったでしょうか。飛びかがちもマガイマガドも非常に強力なモンスターだったと思います。もし飛びかがちが倒せない場合は毒に非常に弱いので邪剣毒が2で毒状態にすることで体力を徐々に減らしていきましょう。またマガイマガドが倒せない場合は環境生物やアイテムを有効に使いましょう。例えば環境生物の場合、延々区で
モンスターをおびき寄せることによって総流を引き起こすことができます。また雪石転がしをまがいマガドにぶつけることによって動きを遅くすることもできます。そしてアイテムは落とし穴としびれ罠を使うことでため切りのチャンスを生み出すことができます。このように特にこだわりがなければ環境生物やアイテムを使うと狩りを有利に進めることができます。そして次回はナルガクルガとアンジャナフを討伐していきます。ではご視聴ありがとうございました。